ちは、りさです。今回は私のこだわりのデスク周りを紹介したいと思います。私は今、フリーランスとして在宅でお仕事をしているので、その時にいつもこの場所を使っています。今、私から見えている景色はこんな感じです。机の上のものから紹介していきます。これは MacBook Air です。15インチを使っています。基本的にはもう MacBook でお仕事をしているという感じです。もともと Windows を使っていたんですけど、私が iPhone とか iPad を使っているので、同じ Apple 製品で揃えた方が使い勝手が良かったので、この MacBook Air を使っています。この壁紙は自分で iPad で描いたものです。画面の左側が少し黒く見えてると思うんですけど、これはこうやって横から見ると、うっすら見えるかもしれないんですけど、ほぼ暗くなってて、周りから覗かれないようなシートを貼っています。パソコン使っていると姿勢が悪くなって肩こりがすごくひどくなったので、この下にこういうパソコンスタンドを置いていて、これは好きな高さに調整ができます。で、こうやって高さを上げることで目線も上げて楽な姿勢で作業ができるようにしています。こちらが iPad です。iPad Air の第5世代を使っています。基本的にはこんな感じで、パソコンで作業をしながら、で右側に iPad を置いてサブモニター代わりにしたり、音楽とか YouTube を再生したりして作業をしていることが多いです。で iPad で作業をするときは iPad を真ん中に置いて、でパソコンを左側に寄せています。 iPad の壁紙も自分で描いたものです。ペンシルは Apple Pencil 第2世代を使っています。予算を抑えたいとかで2000円とか3000円ぐらいのペンシルを使うのも全然いいと思います。ただ純正じゃないものは筆圧検知がないものが多いので、そこはお気をつけください。イラストを描く方とかは筆圧検知があるやつの方がブラシの強弱とかがつけられていいと思います。 iPad の左側にはこういうのを置いてて、上のこの8っていうところが今の気温で、その下にカレンダーがあって、でその下に iPad の充電残量と Apple Pencil の充電の残量、そしてNotion のよく使うページを置いています。この iPad もやっぱりこのスタンドがあるとすごく便利で、スタンドがないと低い位置で置くことになっちゃうので、そうなるとやっぱり目線が下がって作業がしづらかったり肩が凝ったりしちゃうので、 iPad のこのスタンドとパソコンのこのスタンドは私にとってはもう絶対に必要なアイテムです。私はパソコンの方はそんなにこうやって動かしたいって思うことがないんですけど、 iPad は結構ここをこう動かしたいなって思うことがあって、スタンドごと動かしてもいいんですけど、こうやって回転できるようなスタンドを使っています。もちろんこの角度も変えられるので、イラストを描くときはもっとこのぐらいの角度にして使っています。今使っている iPad ケースはクリーム色のものです。商品ページではホワイトと書かれてたんですけど、実質バニラアイスクリームみたいな、なんかちょっと黄色みがかかったカラーになっています。こちらが普段使っているロジクールのマウスです。私はこの上のボタンを押すとコピーで、下のボタンを押すと貼り付け、ここも押せるんですけど、ここを
押すと切り取り、こっちを押すと戻るっていう風に設定をしています。私が作業をする上ではこれがあってかなり作業効率が良くなったので、このマウスがおすすめです。これは韓国雑貨のセカンドモーニングというブランドのマウスパッドです。これ私はすごく好きで、オンラインショップがあるんですけど、気になる方はセカンドモーニング検索してみてください。このキーボードは MacBook でも使ってますし、iPad でも使っています。これ透明なので常にカバーをつけてゴミが入らないようにしています。見た目も好きなんですけど、この打鍵感も私はすごくお気に入りで、軽すぎず重すぎない感じで使いやすいです。長時間やってても手が疲れない感じです。これは簡単に MacBook と iPad で切り替えられるので、すごく使い勝手もいいです。これはリストレストと言いまして、キーボード使うときにこの手首を支えてくれるアイテムになっています。これがないと手首の角度が急になってて手首に負担がかかってしまうので、これを置いていつも作業しています。これすごく可愛くてお気に入りです。続いてはこの引き出しです。引き出しの中ってあんまり公開したことないんですけど、ざっくりと紹介していきます。これは両面テープです。強粘着ですごくしっかりしてるので、紙のものを手帳に貼るときとかに使っています。これロール板使う方にすごくおすすめなんですけど、黄色い修正テープです。こんな感じで若干見えはするんですけど、でも白を使うよりかは全然自然に馴染んでいると思います。そして無印の消しゴムなんですけど、もういつ買ったか覚えてないぐらいの、シャーペンあんまり使わないので念のために持ってるっていうぐらいです。このシャーペンの芯なんですけど、これも無印で、これは多分10年以上前に買ったものだと思います。これはよく使っているメモ帳です。まだもうちょっといくつかあったんですけど、あんまりいっぱいあってもどんどん溜まっていって使わないので、使わないメモ帳は親戚の子とかにあげたりしました。最近使っているお気に入りはこの3つです。左はロフトで買ったやつで、トゥードゥーリストを書くのに向いていると思います。これは宇宙科学館で買ったやつです。これは文房具のイベントがあったので、そこで買ったもので、ちょっとメーカーとかわからないんですけど、イラストがすごく綺麗で、なくなるのがもったいないって思うようなお気に入りのメモパッドです。この電卓は、私はデジタルの電卓があんまり好きではなくて、電卓はいつもこれを使っています。これは図鑑無理クリップですね。少し前にこれのミニサイズが販売されたので、それも買うか悩んでいます。これはお気に入りのスタンプです。ここの列には付箋を入れています。付箋もちょっと増えすぎたなと思ってて、一旦買うのをやめておこうという感じで、これは付箋というかメモができるシールで、だいぶ前にセリアで買ったような気がします。最近よく使っているのはこのドラえもんの付箋です。ここがマスキングテープのコーナーです。まだもっといっぱいあったんですけど、もうそれ以上あっても良くないよなと思って、ここの一列で収まりきれる分だけ持っておくことにしました。これは私の推しのペンタゴンのキノくんのマスキングテープなんですけど、使うところがなくてたんまり残ってます。最近のお気に入りはこのみかんのマスキングテープです。ごちゃごちゃしてるんですけど、ここにヘアゴムとかヘアピンとか作業するときに
前髪を留めるよとか、髪をまとめるよとか、そういうのを置いています。ここが今空欄になってるんですけど、ここは今使っているカメラを置いています。この推したちとのチェキ会の写真あるんですけど、とりあえずこの劣化しないようにケースとかには入れたものの、ちょっとどうしようかなっていう感じで、とりあえず引き出しに置いています。次が左側の引き出しです。これもすごく小さいですけど、キーボードで、こっちの透明のキーボードとこれと今は使い分けています。こっちの方が結構打鍵感が強くて抵抗があるので、かなり長時間使うとなると若干手が疲れるかなっていう感じで、でもその押し心地がすごくカタカタコトコトっていうのが気に入ってて、こっちも頻繁に使ってます。見ての通り小さいので iPad との相性もぴったりです。これがラベルプリンターです。これはすごく便利なアイテムで、中に透明のラベルが入ってるんですけど、真ん中の D のボタンを押すとその日の日付のシールが出てきます。手帳とか使う方とか、あと食材を保存する時の袋に貼っていつから使い始めたとか、そういう記録をするのにもいいと思います。今日は2025年の2月3日なので、このシールが出てきました。こっちはレシートみたいな紙の印刷ができるプリンターです。これはスマホとか iPad とかにつないで、手書きでなんか書き写すのがめんどくさくて、スクショしたやつをパッと印刷できたらいいなみたいな時にこれ使って、で手帳に貼ったりしています。これはマウスパッドです。デスク周りをいろいろ気分で模様替えするので、それに合わせて水色だったり、これはハウステンボスで買ったお土産の品なんですけど、こんな感じでいろいろその時の気分とかデスクの雰囲気に合わせて変えています。 iPad で使える純正じゃないペンシルです。ペン先とかここに入っています。デスク横の棚の紹介です。まずこれはロル版のミニノートです。ちょっとしたメモをするとき用に使っています。お気に入りのステッカーを貼りました。コースターと手帳を書くときに手帳が広がるのを防ぐために使ってる小さいクリップ。これおすすめで、ハンドクリームです。デスク作業するときとかでも、これは私はサラサラしてるので安心して使っています。ボールペンとかハサミとか、もともとはもっといっぱいあったんですけど、ほとんど使ってないペンとか、パステルカラーで可愛いなって思ったけど薄すぎて見えないとか、そんなペンもあったので、もうそういうのはちょっと思い切って処分して、頻繁に使うものだけをここに集めました。これがハサミとカッターが一体型になってるやつで、ここを上げるとこうハサミが出てくるんです。で、この反対側はキャップがあって、ちっちゃいカッターがついています。あと下の段に、ここはよく使う手帳とかシール入れを置いています。これが今毎日書いているデイリー手帳です。ほぼ日手帳オリジナルを使っています。ペンは最近買ったユニボール 1P を使っていて、ぷっくりとしたフォルムが可愛いなと思って購入しました。完全に見た目だけで購入したんですけど、書き心地も良くて黒がはっきりと出る感じでお気に入りです。日々の日記とか、なんかちょっとお出かけした時にそこのチケットみたいなのとか紙類があったらそれを貼ったり、嫌なことがあったなとか、ずっと我慢してるとやっぱりストレス溜まっちゃうので、どこかに吐き出したいっていうことで、これに書いたりとかしています。これが仕事用に使っているほぼ日手帳のウィークスです。
マンスリーページに SNS の投稿計画とかを書いてて、ウィークリーページに左側にタスクと右側にアイデアとか考えたことを書いたりしています。これは自分で iPad で描いた絵を印刷して貼っています。このファイルがシール入れです。ここに大きめのフレークシールを入れてて、でこっちに小さめのシールをざっくりとジャンル分けして入れています。最近はこのちっちゃくてこまごましたシールがお気に入りです。すぐに取り出せるようにここ上全部ハサミで切ってあって、こんな感じでもうすぐに出せるようにしています。シールはだいたいダイソーかセリアかスワテリエとかが多いです。セカンドモーニングのシールも持ってるんですけど、これももったいなくてずっと長く持っています。どこかで使おうと思ってるんですけど、可愛すぎて使うのがもったいなくて、今年は今持ってるシールをどんどん使い切ろうと思ってて、全部とは言わないんですけど、一旦ここのやつをすっきり使い切るまではちょっと次のシールは買うのは我慢しておこうと思っています。これは最近買った穴開けパンチです。最近スリーピーでバイブルサイズのシステム手帳買ったので、なんかいろいろ挟めていきたいなと思って、で自作したリフィルとかも挟めたいなと思って、だいぶ硬いんですけど、ここでこう穴の位置が移動できるやつで、これを使ってシステム手帳をいろいろ楽しみたいなと考えています。これがもう私はもう本当によく使ってるんですけど、これはライトです。タイプ C で充電できるタイプなので、コードがいらなくてどこでも使えます。形も自由に動かせるので、そしてここにクリップがあるので、どこかに挟めたりとかして、いつでもどこでもパッと使える便利なライトになっています。このライトの色味も白っぽいものと黄色っぽい感じと、その中間といろいろ変えれるようになってて、ライトの強さも3段階で変えることができます。ちょっと軽いのでこう不安定なんで、そこだけこれでこうバランスを取りながら使ってもらって、私はこれどんな時に使ってるかっていうと、夜さっきのこの手帳を書くんですけど、その時に部屋の電気全体をつけるほどなんか明るくしたくないというか、ちょっと手元だけ照らして落ち着いた空間で手帳を書きたいなっていう時があって、このライトだけパッと出してこんな感じでちょっとここで手帳を書いています。このデスクの左側にちょっとこうした飾りとかを置いてて、これが何年か前に確かセリアで買ったものだと思います。で、ここに今自分で iPad で描いたイラストを印刷して貼っています。で、ここにカレンダーです。これがストーンディフューザーで、トレイとこっちのストーンディフューザーは別売りなんですけど、なんかサイズ感がちょうど良くて可愛いなと思って一緒に使っています。これは確かダイソーで買ったような気がします。で、同じくダイソーでこのアロマオイルを買ったので、それを気分で使い分けています。こっちのロゼホワイトの香りがちょっと甘い感じの香りになってて、こっちのホワイトムスクがちょっとすっきりするような香りになっています。で、こんな感じで軽く垂らして、持続性はそんなにないんですけど、ちょっと気分転換に疲れたなとか眠たいなとか思った時にこれ使っています。今回は私のデスク周りを紹介しました。この動画がいいなと思ったら高評価やチャンネル登録もお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。